こんにちは、アッキースーさんです。春先に購入した木に登るための道具一式をついに開封しました。すべてネットで購入しました。まずはハーネスです。木登りに適しているのはどんなものかはよく分かっていなかったんですが、値段はそれほど張らずに、でも全体をしっかり支えてくれるものを選んでみました。これは胴綱と呼ばれているラインヤードです。芯に導線が入っているものを選びました。木に登る途中で掛け替えをすることも出てくるかと思い、もう1種類買っておきました。金具の部分は何種類かあるんですが、異なるものを選んでみました。これはフリクションセーバーと呼ばれるものです。木の上にかけるものですが、地上からでも回収できるようになっているものです。これはディッセンダーです。木の上からロープを伝って降りてくるときに使います。ロープのかけ方とかはこれから確かめます。スパイクです。一本爪になっていて、木の幹に刺しながら上に登っていきます。意味があるかどうかは分かりませんが、気分でスパイク付きのシューズも買いました。スパイクを履いてみます。右足用左足用とシールがついていて、それは間違わないんですが、最初履いた時は爪が外側に来るように前後逆に履いてました。これは履き直しです。爪の高さがシューズの底と同じぐらいで、地上も一応歩けるようです。すねが痛くなりそうな気がします。スパイクの履き方は分かりました。我が家には木登りの練習になる最適な杉の木があります。ここで練習をしていきます。木登りする時の専用につなぎも買いました。それでは初めての木登りやっていきます。体を起こせません。これでは上に上がっていけません。どう見ても胴綱が長すぎます。垂直に近づくほどスパイクが抜ける可能性があり、それを考えただけでももう怖いものです。適度な長さで保っていくのも練習で覚えるしかないです。一本爪のスパイクは慣れてないとふらつきます。どうにも登れそうにありません。杉の枝打ちにはこちらの方がいいかと思い、4本爪のものを買ってみました。つけたのはいいんですが、地面を歩くのがやっとです。つけ方を確かめるために座ってつけたんですが、これは正しくはないですね。あらかじめ登る木につけておいてからそこで履くのが正しいやり方のようです。さっきよりも胴綱は短めにしました。これで登ってみます。爪を刺した時の安定感はこちらの方が確実にいいです。一本爪と違って刺す時の角度はかなり限定されるようです。これはこれで扱い方がよほど慣れないと難しい気がします。爪の刺さりが甘くて外れるとスパイクの向きが変わってしまいます。これは相当恐怖です。もう疲れてしまいました。
もっと上まで登るつもりでしたが、今日はやめます。今日はもう少し上まで登りたいですね。降下用に10メートルのロープも持って登ります。胴綱をかなり短くして登ってみます。左足が外れました。どうやって体勢を整え直すか。完全に右足のスパイクの向きが変わってしまいました。どうしてもうまくさせません。4本爪を扱えるようになるのはかなり難しい気がします。1本爪を使いこなせるようになることを当面の目標にします。登り方もそうなんですが、降り方もしっかり覚えてからじゃないと高いところまで行くのはかなり危険な気がします。2、3メーターぐらいのところで上り下りを繰り返します。ディッセンダーのレバーの操作の仕方もよく分かってないので、それも確かめます。めっちゃかっこ悪いんですが、最初はもう仕方ありません。格好はともかくとして折り方もなんとか分かりました。ぼちぼち登る高さを上げていきます。枯れ枝を目標に登ってみます。一発で目標まで届きました。このぐらいの高さでも下を見てしまうと一気に怖くなってしまいます。一度ロープを使わずに降りる練習もしておきます。アンカーの設置の仕方やティッセンダーの使い方を低いところでもう一度練習します。レバー操作を上手にできずにカクカクとなってしまいます。これはもう場数を踏むしかなさそうです。次はフリクションセーバーの使い方も含めた練習です。設置場所が低すぎました。もう少し高いところまで登って設置します。
枯れ枝を1本切ってみます。横にずらすのもなかなか恐怖を感じます。なんとかノコギリで切れました。1回折ります。フリクションセーバーを回収して今日の練習は終わりです。後から買い足した8缶を使って降下の練習をします。8缶で降りるときは片手を完全に手放せないのでちょっと恐怖があります。バックアップにフルージックもセッティングして降りています。やっと正しい姿勢になれました。幹を歩くようにすればいいんですね。8缶の方がコントロールしやすい気がします。だいぶ扱いが分かってきた気がします。登っていく時の恐怖心がどうしても薄れません。命綱もあらかじめセットして2本同時に持っていく上がり方にすることにしました。命綱だけでも大丈夫であるかどうかまず確かめます。ずり落ちずにしっかりと支えてくれます。これが分かるだけでも随分と気が楽になります。これならもっと上まで挑戦できそうです。どこまで上に登れるか挑戦してみます。上の枝があるところまで登れれば最高ですが、どこまで行けるか。ここまで登ったらもうおじげついてしまいました。木に登ってる状態でチェーンソーで使う練習もしていきます。
ちょっと画像が荒くなってしまいますがご了承ください。もう少し上まで登りたかったんですが、もうそろそろ日が暮れそうです。諦めて今日の練習はここまでにします。最低限の練習は意識できました。あとは実践を繰り返していくのみです。ということで今回はここまでです。次回は本格的な杉の枝打ちをやっていきます。練習よりもかなり高いところまで登ることになりますが、しっかりやりきりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。